夕方になったし、今日のニュース見てこ。AI って会社の成績まで分けちゃうのだ。その差がはっきり出た決算から話すわね。マイクロソフトは AI に使う設備が利益を生んだのだ。AI にお金をかければすぐ儲かるわけでもないのね。マイクロソフトはクラウドの利用が伸びたよね。クラウドって雲の上にパソコンを置く話なのだ。そこまでふわふわした話ではないわ。ネット経由で計算機能を借りるサービスですよ。先生、AI を使う会社が増えて利用料が伸びたのだ。メタは逆にデータセンターや人材へ費用が膨らんだのよ。人員削減の退職金や訴訟の費用も重なったじゃん。先に大きく払って回収は未来に持ち越しなのだ。投資家が知りたいのはその未来がいつ来るかね。部活で言えば道具を買っただけで優勝とは限らない感じ。みんなは AI に先にお金をかけるのはありだと思うのだ。私なら利益につながる道筋を見てから判断するわ。次は東京市場で半導体株が動いたニュースなのだ。私の財布には無縁でも数字は気になるわね。30日の東京株式市場で日経平均が値上がりしたよ。半導体関連の一部に買いたい人が集まったのだ。でも市場全体が上がったと考えるのは早いわ。東証株価指数、つまり東証全体の動きを見る数字は下がったんです。日経平均は前の日よりざっくり800円近く上がったのだ。半導体検査装置メーカーが利益見通しを上げたのが材料ね。テストの予想点が急に上がって期待されたみたいな感じじゃん。それで関連する会社にも期待の買いが広がったのだ。ただ値下がりした銘柄の方が多かったのよ。平均だけ見て全部好調って思うとずれるよね。半導体の決算がこれから他の会社にも波及するのだ。次の決算で実際の注文が続くかを見たいところね。株を持ってない人も景気の空気には関係あるじゃん。みんなは平均と全体の動きが違うの知ってたのだ。私は値上がりだけで浮かれないようにするわ。続いては金融の見本市から届いた話だよ。義手や義足の人が着やすい服に注目が集まったのだ。戦闘で障害を負った人が増えている背景もあるのね。国内最大規模の見本市に約200の企業や団体が参加したんです。服の見た目だけじゃなく着る動作まで考えるのだ。義手向けの上着はボタンがマグネット式なのね。片手で求めたり外したりしやすい作りなんだよ。義足向けのズボンには側面のファスナーがあるのだ。毎日の着替えが少しでも楽になるなら大きな違いよ。制服の着替えが毎朝大変だったら工夫のありがたさわかるよね。しかも普通の服と見分けにくいデザインも目指しているのだ。特別扱いされる服ではなく自然に選べる服なのね。見た目と使いやすさを両立するのめっちゃ大事じゃん。ファッションを通して退役軍人や市民を支えたいという思いもあるのだ。服の選択肢が増えること自体が日常を支えるのね。みんななら服にどんな工夫があったら助かると思う？僕は着る前から使い方がわかる服がいいのだ。こうした工夫が必要な人に届いてほしいわね。ここでアメリカについての意外な話を一つ紹介するね。アメリカって州がたくさんある国なのだ。いくつくらいに分かれているのかしら？コロンビア特別区と50の州でできてるんだよ。アラスカもその州の一つなのだ。ロシアとはベーリング海海を挟んで向かい合うのね。ハワイは太平洋の島々でアメリカの州なんです。同じ国なのに場所がすごく広く感じるのだ。ニュースの企業もその広い国の中で動いているのね。今日は AI 投資から服の工夫までいろいろ見たのだ。概要欄に記事のリンクもあるから気になる人は見てね。次回も私たちとニュースを見てちょうだい。それじゃまた会うのだ。